現在のタイ、当時のアユッタヤー王国が国号をサヤームとしたのはだいたいこの辺りのことです。由来は明らかになっていませんが、サンスクリット語で黒や金色を意味するスヤームが語源だったんじゃないかと言われています。シャムネコのシャムやサイアムというのは西洋人のなまった発音が日本に伝わってきて、それがさらになまったものです。日本の首都東京のことを西洋人が今でもトックヨーみたいに変な発音で呼んでいるのと同じような感覚ですね。สยาม สถานีต่อไปสยาม Next station สยาม。なので私はこれ以降、現在のタイの領域を支配する中央政府のことをサヤームと呼ぶことにします。1605年にナレースワン大王が現在のミャンマー・シャン州の地域での掃討作戦中に病死して、後を継いだ弟のエーガート・サラット王が後継者を定めないまま1610年に死ぬと、第2子のシーサー・オアパークが20代目の国王となりますが、日本からやってきた交易船が王都で略奪を行い、さらにはシーサー・オアパーク王までもが捕らえられてしまうという珍事件が発生します。あまりにも無能だったため、わずか1年2ヶ月で退位を強制されました。言い忘れていましたが、この頃のタイの宮廷では国王の退位は死刑という習わしになっていました。もちろんシーサー・オアパーク王も殺されました。その次の21代目の国王は先々代エーガート・サラット王の長男ソンタムです。ソンタム王はオランダや日本との交易を始めました。1612年、沼津藩士だったとみられる山田長政が朱印船、江戸幕府から交易の許可を与えられた武装商船に乗ってアユッタヤーへとやってきました。1617年にはアユッタヤー市街にある日本製の銀製品や手工芸品などの交易でにぎわっていた人口約1000人の日本人村ムーバーン・イープンの村長を務め、王の許可を得て日本人志願兵部グロム・アーサー・イープンを組織します。関ヶ原の戦いや大阪の陣で主家を失った浪人のほか、豊臣秀吉や徳川家康によって迫害されていたキリシタンたちがこの地に移り住んできていたんです。当初、山田長政はクーンという下級貴族に女爵されていたんですが、戦争での功績によりソンタム王からの厚い信任を得て、プラヤー爵位と同格のオークヤーにまで上り詰め、オークヤーセーナーピムックの金爵名が与えられました。金爵名とはプララーチャティンナナームといって、爵位と役職に応じて国王から与えられる名前のことで、タイの場合は日本とは違って、一度これが与えられるともう本名は名乗らなくなるんですが、まあ日本の律令制の官職名風に言ってみると、15位の女王皇付の神や小6位の下皇付の助といったような感じです。ソンタム王は敬虔な仏教徒で、ソンタムという名前も食べ物のソムタムのことではなく、美徳の守護者という意味から来ています。タイ中部のサラブリーでブッダの足跡と信じられているくぼみを発見したのが最大の功績とされているんですが、一方でオランダ東インド会社からの支援を受けながらも、カンボジア、ラーンナー、タワーイの総主権を失うなど、軍事的には散々な治世だったとも言えます。ソンタム王が38歳で死ぬと、15歳の息子のチェーター・ティラートが21代目の王に即位するんですが、弟の子孫がペップリーで反乱を起こします。先代の国王ソンタム王の母方のいとこのプラーサートーンは、日本流の男系長子相続を支持する山田長政の助力を得て反乱を鎮圧し、子孫を処刑しました。次第に宮廷内で力を増していくプラーサートーンの存在に危機感を抱いたチェーター・ティラート王は、プラーサートーンの排除を試みるようになります。何でもプラーサートーンの父親の葬儀に全ての宮廷貴族が参列していたのが心底気に食わなかったとか。チェーター・ティラート王の即位から1年後、自分の身に危険が迫っていることを知ったプラーサートーンは紙兵を率いて宮殿内に乗り込み、王を処刑し、チェーター・ティラート王の弟で11歳のアーティッタヤウォンを22代目の国王に据えますが、その36日後にはアーティッタヤウォン王も処刑し、自らが23代目の国王として即位しました。ここにサヤーム・アユッタヤー王国のスコータイ朝は幕を下ろし、以降をプラーサートーン朝と呼びます。プラーサートーン王によるこの時の簒奪を批判したオークヤーガンペーンは反逆罪で死刑。山田長政、オークヤーセーナーピムックは現在のナコーンシータンマラート県にあった従属国リゴー王国の王に任じられて中央から遠ざけられました。新たにジャーオプラヤーナコーンシータンマラートの金爵名を与えられた長政は
パッターニー王国との戦闘中に足を負傷し、1630年に宮廷から賜った木の樹脂と蛇の毒を混合した治療薬を傷口に塗られて60歳で命を落としました。通説ではおよそ1500人、最も多い説では7000人もの日本人が住んでいたとされるアユッタヤー市街の日本人村は、ペルシャ人のジャーオプラヤーボーウォララートナーヨックの4000の兵によって破壊され、その地に住んでいた日本人は東のカンボジア王国のプノンペンへと逃れました。3年後の1633年には、日本との交易再開を目論んでいたプラーサートーン王によって400人ほどが呼び戻されて、日本人村は再建されたものの、同じ年に幕府が長崎奉行に鎖国令を発して東南アジアとの往来を禁止します。それまでのように日本との交易を続けることができなくなったアユッタヤーの日本人たちは、現地で鈴の商人として生計を立てていくようになります。そうして次第に影響力を失っていき、18世紀までに現地のタイ人と完全に同化して、アユッタヤーの日本人村は消滅しました。示唆に富んだとても興味深い故事でしたね。1656年にプラーサートーン王が死ぬと、長男のジャーオファーチャイが25代目の王に即位しますが、その9ヶ月後に叔父のシースタンマラーチャー王子は甥のナーラーイ王子と共に反逆し、ジャーオファーチャイ王を殺して26代目の王に即位します。その翌月、シースタンマラーチャー王56歳が自らの手勢を率いて、ナーラーイ王子の妹ラーチャガンダヤーニー18歳の邸宅を取り囲み、性的な目的で押し入ったため、この知らせを受けたナーラーイ王子は激怒し、先代の山田長政とは別の王クヤーセーナーピムックが率いる日本兵40人と共に向かい、激しい銃撃戦を経て一騎打ちの末にシースタンマラーチャー王を捕獲し、九段のしきたりの通り処刑しました。ナーラーイ王は27代目の国王になります。1662年にはトーングーアユッタヤー戦争が勃発して、サヤームは復興したトーングー朝の支配下にあったタイ北部のラーンナー王国のほか、マレー半島のタナーワシーへも侵攻しますが、特にこれといった戦果も挙げられないまま終結しました。ナーラーイ王はペルシャ人、オランダ人、日本人の支援を受けて王になったという経緯もあって、外国の動向には強い関心を持っていたようです。この頃のアユッタヤー王国は交易によって様々な嗜好品や新式の武器がもたらされ、さらに多くの文学作品が生まれるなど黄金期を迎えていました。しかしその副作用として社会に軋轢が生まれ、1664年には中国系の商人が対立していたオランダ人の工場を襲撃し、それに起こった当時ジャカルタに本部を置いていたオランダ東インド会社が武装商船でバンコク港を封鎖する事件まで起こっています。ギリシャ人のコンスタンティン・フォールコンは1675年25歳の時にアユッタヤー市内のイギリス系の貿易会社で働き始め、その時の知識を生かして政府の対外債務を削減し、国庫金を潤わせ、さらに船舶に喫水船を引いて貨物の輸送効率を上げるなどの功績を挙げて、1679年にはプラクランゴーサ・アレックに除爵されます。反オランダ的だったのもポイントが高かったんだと思います。その後も国王の通訳を務め、要塞建設を提案し、反乱討伐軍の司令官などを歴任することで、1683年にはタイの貴族としては最上位のジャーオプラヤーウィチャイエーンの爵位と金爵名が与えられて、政府の最高顧問にまで上り詰めました。ナーラーイ王はコンスタンティン・フォールコンを重用した他にも、新フランス的な外交を展開していきました。宮廷内にイエズス会のフランス人修道士を迎え入れ、マレー半島のミエク港をフランスに租借し、フランスの軍人をバンコク要塞の司令官に任命し、アユッタヤー、ロップリー、ナコーンシータンマラート、ソンクラーの要塞をヨーロッパ式に改修しました。さらにはフランスのルイ14世やローマ教皇のイノケンティウス11世に施設を派遣して、フランスからも2度の施設が派遣されました。フランスからの施設で代表的なものは、1687年にフランス・ブルターニュのブレストを立った5隻の軍用艦からなる700人規模の施設で、そこにはフランス東インド会社取締役のクロード・セベレ・デュブーレイやフランス軍のドファルジュ将軍が同行していました。この時、伝統主義的なサヤームの宮廷貴族たちは、領内に駐留するフランス軍を自らの脅威とみなしていて、次第に民族主義的な勢力が浮上してくるようになります。中でも頭角を現してくるのが外籍で軍造部隊の指揮官だったペートラーチャーです。
ナーラア王はロップリーの宮殿に滞在中の1688年3月に重い病にかかると、5月には重臣たちを集め、32歳の娘グロンマル・ワン・ヨーターテープを自分の後継者に指名して、配偶者が決まるまでの間の後見人としてペートラーチャーを摂政に任命しました。そのペートラーチャーは同月、サヤーム革命と呼ばれるクーデターを起こします。ロップリーでナーラア王を捕獲し、2日後にその娘と結婚して後継者になると見られていた養子のプラピーの首をはねます。さらにフォールコンもロップリーの宮殿で護衛の21人のフランス兵と共に捕らえられて、地下牢で激しい拷問を受けた後に斬首されました。250人のフランス兵を率いてバンコク要塞に駐留していたフランスのドファルジュ将軍は、クーデターが起こる2ヶ月前の3月に反乱が発生した時の対処方法についてフォールコンと話し合っていたそうなんですが、その翌月にフランス東インド会社代表のベレに説得されて、早々にフォールコンを見捨てる判断をしていたといいます。7月には監禁状態に置かれていたナーラア王が病死します。こうしてペートラーチャーは28代目の王に即位し、その後4ヶ月間にわたってバンコク要塞を包囲した後に、フランス軍をそれなりに有利な条件の下で退去させ、最終的にはオランダ以外の全てのヨーロッパ勢力を追い出すことになりました。これ以降のサヤーム・アユッタヤー王国をバーンプルール王朝と呼びます。サヤームのアユッタヤー王国はその後も79年間にわたって続きますが、それといって面白い出来事はありませんでした。これ以降、ヨーロッパとの交易は激減したものの、もともと中国やインド洋の国々との貿易額の方が圧倒的に大きかったため、経済的なダメージはほとんど受けなかったといいます。17世紀初頭には1億人だった中国の人口が、18世紀の初頭には3億人にまで急増して、中国での食料が劇的に不足するようになると、中国向けの米の交易が盛んになって、アユッタヤー市街に住む中国人の人口もそれまでの1万人から3万人へと増えていきました。残虐で趣味の悪い性癖ばかりが記録に残されているようなろくでもない王もいましたが、その一方でカンボジアの都を占領していたベトナム軍を追い払った30代目のターアイサのように活躍をした王もいました。王位をめぐる宮廷闘争は相も変わらず、国王が変わるたびに起こっていました。とりわけ31代目のボロンマゴート王が王位につく時に起こった1733年のサヤーム内戦は、かつてサヤームが経験したどんな戦争よりも大きな戦いだったといいます。現在のアユッタヤー遺跡と呼ばれている寺院は、そのほとんどがこのボロンマゴート王の在位期間中に改修されたものです。そしてサヤームのアユッタヤー王国にとっての最後の10年間がやってきます。